皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは治療薬についての最近の動きをまとめていこうと思います。病気に対するアプローチは2つあります。その1つはワクチン。このワクチンによって予防するもしくは重症化することを防ぐという効果が期待できます。そして実際に病気にかかってしまった後の治療薬というのが今回紹介する薬たちです。そして今回紹介する薬の中には日本のメーカーが作っているものもあり、世界的にこの薬というものが期待されています。というわけで今回のニュースはこちら。日本の製薬メーカーの作っている薬なども今回の治療薬としては有望視されています。そして思いもかけないところからこれは治療に使えるかもしれないというニュースが入ってきています。治療薬にまつわる現在の状況、ニュースをお聞きください。治療薬アビガン。中国での臨床効果は良好。現在世界中で治療薬の開発が緊急に進められている。現時点で最も期待されているのはアメリカの新薬レムデシビルと日本のアビガンだ。中国でも抗インフルエンザ薬アビガンが治療効果を上げている。これは日本企業によって開発された新薬で、日本政府によって抗インフルエンザ予備薬として約200万人分貯蓄されていたものだ。中国メディア、上官新聞がアビガンの臨床試験に関して報じている。2月15日、中国科学技術庁生物センター所長は、3つの新薬を用いて臨床試験を行っていると話した。抗マラリア薬であるリン酸クロロキン、臨床試験がまだ完了していない新薬レムデシビル、そして抗インフルエンザ薬アビガンだ。この薬剤は投与開始に顕著な効果があり、目立った副作用はないとしている。投与開始3日から4日目で一定の効果が見られた。また中国の鍵日報社は、アビガンには副作用がなく、患者の回復が良好であると報告している。特に発熱患者に解熱効果があり、薬を服用してから2日以内に約 72% 解熱、3日以内に肺の画像から 38% 改善、6日目には 70% 改善が見られたと報告している。臨床段階で日本の新薬が投与され良好な結果報告は朗報と言えるだろう。世界で認められ多くの人の命を救い合うになってほしいものだ。有望な薬としてもう一つの薬が挙げられていました。それがレムデシビルです。レムデシビルについてのニュースも見ていきましょう。有望薬レムデシビル大規模治験へ。アメリカ国立衛生研究所 NIH が治療の有望薬候補とされるレムデシビルの世界規模での治験に着手する。同薬はアメリカ製薬ギリアド・サイエンシズがエボラ出血熱の治療薬として開発した。効果が期待できるとの研究結果があり、中国などで患者に試験的に投与されてきた。治験で改めて安全性と効果が確認できれば、治療薬の第一弾として早期承認への期待が高い。治験は NIH の一部門であるアメリカ国立アレルギー感染症研究所 NIAID が主導。アメリカ・ネブラスカ大学と協力して進める。世界50カ国で偽薬とレムデシビルを患者に投与し、治療効果を検証する。治験参加数は400人程度を想定しており、すでに募集を始めた。レムデシビルは、これまでに中国や日本で患者に試験的に投与されてきた。中国では現地の研究機関やギリアドが同薬の治験を進めている。中国の現地を視察した WHO 代表が24日に同薬について、現時点で本当に治療効果があると見られる唯一の薬と発言したことで注目が高まっていた。今までこうしたアビガンやレムデシビルというものが注目されていたのですが、そこにもっと違う薬がもしかしたら効くかもしれないというニュースも入ってきています。喘息薬で改善例、有効な治療法の可能性。神奈川県立足柄上病院などのチームは患者3人に喘息の吸入薬を使ったところ症状が改善したとの報告書を公表した。治療に使える可能性があり、今後他の医療機関の使用例を集めて調べる。3人はいずれも大型クルーズ船の乗客。70代女性は感染が確認された後2月11日に入院した。全身のだるさからほぼ寝た状態で、入院4日目からは中国などで使用例があった抗エイズ、HIV 薬が使われた。肺炎が改善せず、副作用とみられる下痢や食欲不振なども出たため、9日目に抗 HIV 薬の使用を中止した。10日目から喘息に使う吸入ステロイド薬、シクソルニドを使い始めたところ、11日目から熱が下がり、12日目には病室内を歩けるように、肺の炎症が改善し、
入院15、16日目の検査で陰性が確認され、18日目に退院した。70代男性と60代女性は2月16日に入院。シクソレニドのみを入院5日目から使用。2人とも酸素投与を受けていたが不要となり、食事もすべて食べられるほど回復した。2人は入院12日目の2月27日時点で検査が陽性で、報告書では治療継続となっている。報告書ではシクソレニドについて、重症肺炎への進展防止効果が期待されると評価。有害な副作用は見られていないという。今後、愛知医科内などと協力し、有効な治療法になるかどうか調べる。足柄上病院の岩渕医師は朝日新聞の取材に、肺炎を起こしている患者には症状を短期化するための第一選択となり得る。だが、風邪程度の軽症者であれば耐性を持つ可能性があり、安易な投与は避けるべきだと説明した。今回の症例について、感染症学会のレポートが公開されています。動画説明欄にウェブアドレスを記載しておきます。治療薬として当初から期待されていたアビガン、そしてレムデシビル。この2つの薬というものは最初から注目されていました。そして中国で実際に使用されて、その効果というものが期待されていた通りに効果を上げつつあるというのが一つ朗報です。何しろ中国は一番多くの患者を抱えており、この薬を多用することによって安全性や効果について、用法、用量などについてのデータを蓄積することができています。これによって他の国においてもアビガンの有効利用というものを進めることができるでしょう。そのため、この富山化学を傘下に持つ富士フィルムは上場来高値を記録しています。これは世界同時株安を軽減しているこの中にあっての逆行高になっています。それほどこのアビガンというものは注目されており、世界的にも使用が広がる可能性を持っています。ただしこの薬には一つだけ注意点があります。この中国においては副作用はないというのはあくまでもこの薬を使うことによって即時的な何かが起こるというわけではないということです。注意点としてはこの薬を女性に使った場合、妊娠した時に奇形が生まれる可能性があるという大きな問題を抱えています。これは男性についても同じことで、男性に投与した場合、1週間程度は避妊を必ずしなさいということが注意書きとして書かれている薬です。ですが、命を失うかどうかという瀬戸際の時にそうした心配をする必要はないでしょう。また、この病気の特徴として、高齢者であればあるほど重症化率が高いという問題があります。この問題を考えたときに、若い人に比べると高齢者の場合はあまり避妊等のことについては考えなくて良いことが確率としては高いです。例えば70代、80代といった患者に対して避妊を気をつけてくださいねというのはあまり大きな障害にはならないでしょう。このアビガンについては日本においてもすでに治験薬として使用することが許可されており、重症化患者を救うことに効果が期待されています。一方でレムデシビルは WHO が有望な薬として推している薬です。アメリカの製薬メーカーがエボラ出血熱対策として作ったこの薬ですが、今回の問題に対しても効果が高いと期待されています。アビガンとレムデシビル、一体どちらの方がより効果が高いのか、そして今回の病気に対する副作用が少ないのかというのは、これから優劣がはっきりとわかるでしょう。命を失うかもしれないという非常事態において、一つの薬しか頼れないか、それとも二つの選択肢があるのか、どちらかさえ効けばいいという状況であれば、それこそ患者にとっても治療する側にとっても非常に心強いものです。そして意外だったのが第3の薬、シクソレニドです。これまでは抗 HIV 薬のように RNA タイプに対する効果が期待できる薬が今回は転用できるのではないかというところから様々な薬が試されてきました。そうした中にあってもっと違うアプローチで効く薬があるというのであれば、これも大きな朗報と言えるでしょう。さらに喘息の治療薬ですから、これまで挙げたようなアビガンやレムデシビルよりもはるかに副作用というものが小さいというのも、これもまた良い点です。このシクソレニドを製造しているテイジンなども、このニュースが伝わると、もしかしたら治療薬の一角に加わるかもしれないというので、株価が上昇していました。今回紹介したのはこの3つの薬だったわけですが、この他にもまだ効くかもしれないという薬が眠っているかもしれません。ですから今現在大事なのは時間稼ぎをすることです。一体どの薬を組み合わせるのが良いのか、より良い治療法は何なのかというのを調べるためには多くの時間が必要です。
新薬を完全に一から作るというのは非常に時間がかかり、それは年単位という非常に長い期間になります。しかし、今ある薬の中から転用する、そういったことによって効果が出るものが見つかるのであれば、それに越したことはありません。そのためには感染のピークというものをなるべく後ろに下げて、その間にいろいろと治療薬というものを探し出して、これだったら多くの人が救えるという現在の薬による治療法というものを確立することが非常に重要になるでしょう。そしてこのような苛烈な状況にあって日本企業の開発した薬というものが治療に使えるかもしれないというのは誇らしいことです。これらの薬が実際に効果を上げ多くの人の命を救うということにつながればと私は願っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこのチャンネルを登録してまた次回も見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。